今日はロールキャベツのクリーム煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はロールキャベツのクリーム煮を作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節に食べたくなるロールキャベツを作っていきたいと思います。今回のロールキャベツは濃厚なクリーム煮にしていきたいと思います。中のお肉がとても柔らかくて美味しいロールキャベツです。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにロールキャベツの材料からご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、合いびき肉、玉ねぎ、牛乳、パン粉、マヨネーズ、片栗粉、お砂糖、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。まずキャベツの葉っぱですが、今回は8枚用意してください。もしね、小さい葉っぱしかない場合は何枚か重ねて作っていただいても OK です。そしてひき肉ですね。こちらは今回合いびき肉を使っていきます。こちら豚や鶏のひき肉に代用していただいても OK です。お好みの種類を使ってみてください。そして肉種のポイントはこちら、マヨネーズですね。マヨネーズを加えていただくととても柔らかジューシーな仕上がりになります。それでは続いてホワイトソースとその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、有塩バター、薄力粉、粉チーズ、お水、顆粒コンソメ、黒胡椒、こちらの材料で作っていきます。まずベースはですね、牛乳なんですが、ここに今回生クリームを使用していきます。そうすることでとても濃厚クリーミーな仕上がりになります。こちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そしてクリームソースのポイントは粉チーズです。こちらの粉チーズを加えるとコクがアップして美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず最初にキャベツの葉っぱを電子レンジで加熱していきます。キャベツの葉の取り方なんですが、簡単にね、ご説明したいと思います。こちらね、もうすでに葉っぱ取っちゃったものなんですが、これで説明していきます。まずね、キャベツを裏側にしていただいて、今一番表面に出てる葉の部分につながった芯ですね。ここに切れ込みを入れます。こんな感じ。包丁でざっくり入れてください。あとはこの切れ込みを入れた部分に手を少し入れて、そしてゆっくり剥がします。はい、こんな感じ。このように取ってください。取る時に少しね、こうやって破けてしまうんですが、これはね、破けてしまっても大丈夫です。このようにね、葉っぱを8枚取ってください。そうしましたら、耐熱のお皿にキャベツを乗せて、そしてラップをします。ちょっとね、かなりボリュームが出るんですけれども、ふんわりラップをしてください。はい、こんな感じです。これを電子レンジ 600W で5分加熱します。はい、5分加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを取り外してください。こんな感じで柔らかい状態になってます。この時ね、ほんと熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。そしたらですね、まずキャベツを1枚取ってしっかりと水分を拭き取ってください。この時もね、すごく熱いのでやけどしないようにしてください。はい。で、水分をね、きちんと拭き取ったら、今度はね、この芯の部分ですね。このように見ていただくとわかるんですが、ちょっとね、芯の部分が盛り上がってます。ここだけ分厚くて巻きにくいので、ここをね、包丁で葉っぱの高さに合わせるように削ぎ取ります。こんな感じ。はい。こんな感じでね、高さを合わせてください。この削ぎ取った部分ですね。こちらは肉種の中に入れるので取っておいてください。では、残りも同じようにね、していきます。はい、このように全部芯の部分を薄くしてください。そしたらこちら余った芯の部分はみじん切りにしていきます。はい、このようにみじん切りにしましょう。キャベツの準備はこれで OK です。では続いて玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りの方法はやりやすい方法で切ってください。では切っていきます。はい、玉ねぎはこのように細かめに切ってください。そしたらですね、こちらの玉ねぎは耐熱のボウルに一度入れてください。はい、で耐熱のボウルに入れたら一度ふんわりとラップをしてちょっとね空気の出入り口を作ってください。そしてこちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。そしたらラップを取ります。ラップを取ったらこのようにねボウルの中で玉ねぎを広げてください。
そしてこのまま玉ねぎの粗熱をしっかりと取っていきます。それではね、肉ダネを作っていきます。まずボウルに合いびき肉です。そしてここにお砂糖です。一番最初にね、お砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉にコクが加わって、そしてさらに柔らかい仕上がりにもなっていきます。ではね、これを揉み込んでいきます。ちょっとね、粘り気が出るくらいですね、しっかりと揉み込んでください。はい。で、お砂糖を揉み込んだら、今度は塩コショウですね。こちら2つまみほど入れてください。そしてまた揉み込みます。まずね、具材などを入れずにしっかりと揉み込んでください。ただ、あんまり長い時間揉み込むと、だんだんお肉の脂が溶け出すので、手早く作業は行いましょう。はい、OK です。それではですね、ここに具材を入れていきます。まず、キャベツの芯ですね。これを入れます。続いて、パン粉。片栗粉。そしてですね、しっかり冷やした玉ねぎを入れます。この時にね、玉ねぎが熱いとお肉に火が通ってしまうので注意してください。そしてここに牛乳。あとはこちら、マヨネーズを加えていきます。これをですね、しっかりとこねていきます。はい、このようにしっかりこねてください。これで一度ね、広げて、今回ね、8個分なので、こちらを8等分にしていきます。まあ、大体で OK です。はい、このように8等分にしてください。ではね、丸めていきます。丸めるときは手にね、薄くサラダ油を塗ってください。そうすると肉ダネがくっつきにくくなります。じゃあこちらね、1かけら取って、そしてね、最初ちょっと空気を抜きます。あとは俵型になるように丸めてください。はい、こんな感じです。このように俵型にしましょう。ではね、残りも同じように形作っていきます。はい、このように丸めてください。まあ、ざっくりで大丈夫なので、俵型をイメージして丸めていただくといいかなと思います。それでは、キャベツで包んでいきます。まずね、キャベツを置いて、ここに肉ダネを乗せます。手前にこのように乗せてください。そしたらですね、まず一巻きしてください。一巻き目、結構きつめにね、ぐーっと丸めてください。そしたら、両端を折り込みます。まずね、こっち側を折り込みます。こちら側はピタッと折り込んでください。ここからがポイントです。もう片方ですね、こっちはだいたい1センチぐらい余して、そして折り込みます。はい、こんな感じ。あとはくるくる巻いていきます。ちょっとね、気持ちきつめに巻くようにしてください。はい、巻きました。そしたら先ほど1センチほど余した方を指で押さえます。そしてキャベツをね、押し込んでいきます。はい、こんな感じです。このようにね、片方だけ押し込んでいただくことで、爪楊枝などを使わずに綺麗にね、巻き収めることができます。もしね、どうしても心配だなっていう時は、爪楊枝やパスタを使って巻き終わりを止めてください。では残りも同じように巻いていきます。はい、全部巻き終わりました。それでは今からこちらをコンソメを使って煮込んでいきます。それではですね、まず煮込む前にお水にコンソメを入れます。そして混ぜましょう。はい。で、全部溶け込まなくて大丈夫なので、だいたいね、5割ぐらいですね。そのぐらい混ぜておいてください。それではね、フライパンを使って煮込んでいきます。まずこちらのロールキャベツをフライパンに並べていきます。このようにピタッとするように並べてください。そしたらね、先ほど溶かしたお水とコンソメを入れます。そしてこちらを火にかけます。火加減中火です。まずね、このまま一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にしてください。そしてここに落とし蓋をします。今回はね、手軽にクッキングシートで作りました。これでね、落とし蓋をしてください。そしてこのままですね、弱火で30分じっくり煮込んでください。それでは煮込んでいる間に電子レンジでホワイトソースを作っていきます。まずですね、耐熱のボウルにバターを入れます。一度こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。バターがね、しっかり溶ければ OK です。そうしましたらここにですね、薄力粉をふるっていきます。はい。で、3分の1ほどふるったら、まずこの状態でよく混ぜてください。一度にやるとね、ダマになりやすいので、ちょっとずつね、なじませていきます。
そしたらまた加えます。そして混ぜます。よく混ざったら最後加えます。はい、そして混ぜます。はい、このように混ぜてください。そうしましたら続いてここに牛乳を加えていきます。牛乳もねちょっとずつ加えてください。これでしっかりと混ぜます。だんだんね伸ばしていきます。また加えます。牛乳もね一度に加えるととても混ぜにくくなってしまいますので、最初は少しずつ加えてよく溶いてください。はい、で混ざったらまた加えます。このぐらいですね。結構とろみがついてきたらちょっと入れる量を増やしてください。はい、そして混ぜます。そしてまた加えます。混ぜます。このぐらいシャバシャバになったら残りの牛乳は全部入れてください。これで混ぜましょう。はい、でよく混ぜたらこちらにふわっとラップをして電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。そしたらラップを一度外します。やけどしないように注意してください。そしたらこれをよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかりめに混ぜてください。はい、よく混ざりました。それではね、もう一度ふわっとラップをします。1箇所ね、空気の出入り口を必ず作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。そしたらラップを取り外します。先ほどよりもより熱くなってるのでやけどしないように注意してください。そしたらこちらをもう一度よく混ぜてください。滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。ここに粉チーズを加えます。そして混ぜます。ホワイトソースの準備はこれで OK です。そしたらですね、この周りについてるホワイトソースを取って、そして表面にピタッとラップを貼り付けます。このラップはね乾燥しないように貼り付けてます。こちらは使うまでこのまま置いておきます。はい、30分経ちました。一度火を止めます。そして落とし蓋を取ります。はい、こんな感じでね仕上がってます。そうしましたらこちらのロールキャベツ一度取り出します。はい、このようにね一度バットに取り出してください。そしたらですね、先ほど作っておいたホワイトソースをこの中に入れていきます。全部ね入れちゃって OK です。そしてまずねよく混ぜましょう。まだね火にかけない状態です。はい、でこのように馴染んだら少しねこちらをお水で伸ばします。お水を 150ml ほど入れます。そして混ぜましょう。はい、でこのようにねしっかりと混ぜてください。先ほどね一度にお水を加えたんですがちょっと混ぜにくいので少しずつ入れていただくといいかなと思います。そしたら先ほどのロールキャベツを戻します。この時もねやけどしないように注意してください。ここにね余った汁かけます。こちらを火にかけます。火加減弱火です。このままねクリームソースで煮込んでいきます。蓋はしなくて大丈夫です。ゴムベラなどでね上にクリームソースをかけながらね煮込んでいきます。形がね崩れないようにだけ注意してください。ちょっとね転がしても OK です。はい、今ね5分煮込みました。そしたらね最後ですねこちら生クリームをかけます。ざーっと混ぜましょう。あんまりねロールキャベツ動かすと崩れやすくなるのでこの隙間をねこんな感じでやって混ぜてください。全体にね生クリームが混ざれば OK です。そして火を止めます。最後ね少し味見をして塩コショウなどで味を整えてください。こちらのねブラックペッパーは最後仕上げでかけたいと思います。ではお皿に盛っていきます。はい、これでロールキャベツのクリーム煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。キャベツがトロトロでとても美味しそうに仕上がってます。そして中身はこのように肉汁たっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がすっごく柔らかいです。もうとろける感じですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。
今回のロールキャベツのクリーム煮のポイントです。まずですね、ロールキャベツのキャベツなんですけれども、葉っぱをですね、1枚ずつ剥き取ってください。この時ね、今回やり方をご紹介したんですが、葉っぱの部分が少し破れてしまっても大丈夫です。結構大きく破れてしまった時は、2枚重ねてね、巻いていただければ大丈夫なので、心配せずに作ってください。そしてその後ですね、キャベツを加熱するんですが、前回ね、私のチャンネルでご紹介したロールキャベツはお湯で茹でました。そちらの方法でもいいんですが、今回は手軽に電子レンジでやる方法をご紹介してます。電子レンジで加熱する場合は、葉っぱの部分を重ねてふんわりラップをして5分加熱してください。その後ですね、取り出して水分を拭き取るんですけれども、この時にキャベツがすごく熱いので、やけどしないようにだけ注意してください。そしてその後ですね、芯の部分が分厚いので、その分厚い部分を切り落としてください。そうすることでお肉が巻きやすくなります。そしてこの切り落とした芯の部分は刻んで肉種の中に入れてください。そうすることで無駄なく召し上がっていただけます。そして今回ですね、肉種の中にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えることでとても柔らかくてジューシーな仕上がりになります。そしてこの肉種を作る時のポイントなんですけれども、まずですね、お砂糖を最初に揉み込んでください。そうするとお肉にお砂糖が浸透して柔らかくなるのと、あとお肉のコクもアップします。その後ですね、塩コショウをまぶしてしっかりとこねてから具材などを入れてください。玉ねぎに関しましてはしっかりと冷ましてから加えてください。そしてその後肉種を8等分にして手に薄くね、サラダ油を塗って丸めてください。そうするとね、手に肉種がつきにくくなります。そして巻く時のポイントです。巻く時はですね、まず手前の真ん中に肉種を置いて、そして一巻きしてください。この一巻きもね、結構きつめにキュッと巻くようにしてください。そして一巻きしたら両端を折り込むんですが、片方は1センチね、余裕を持って折り込むようにしてください。そして最後までくるくるくるっと巻いたら、1センチ余らせた方のキャベツを中に押し込んでください。そうすることでようじなどを使わずに留めることができます。ぜひね、こちらの方法でやってみてください。もしキャベツが破れてしまったっていう時は、何枚かね、こう重ねていただいて、そして上手に巻いていただくといいかなと思います。その時はね、端を押し込むのがちょっと難しいかなと思うので、ようじかまたはね、パスタの乾麺などを使って留めていただくといいかなと思います。そしてその後ですね、コンソメで煮るんですけれども、煮る時はですね、できるだけぴったりサイズのフライパンまたはお鍋を使ってください。そうすることでキャベツの巻き崩れを防止することができます。煮込む時はですね、上に落とし蓋をして煮込んでください。加熱してる最中にちょっと水分が足りないなと思ったら、追加でお水を加えていただいて OK です。その分ですね、少し味が薄まるので、追加でコンソメを少し加えるか、または塩で味を調整していただくといいかなと思います。そしてホワイトソースを作る時のポイントです。今回は電子レンジで手軽に作れる方法をご紹介しました。まずバターを溶かして、その後ですね、薄力粉を数回に分けてその都度よく混ぜてください。そしてダマができないように混ぜたら、今度は牛乳をまた少しずつ加えて混ぜるようにしてください。ここでね、一度に入れてしまうとダマになる系になるので注意していただけたらと思います。加熱した後はですね、器がすごく熱いので、やけどだけには注意していただけたらと思います。そしてロールキャベツが煮込み終わったら、一旦ね、ロールキャベツは取り出して、そしてホワイトソースを入れてコンソメスープとしっかり混ぜてください。今回私はね、一度に入れちゃったんですが、これもね、数回に分けて入れていただいた方が混ぜやすいかなと思います。ホワイトソースを加えただけだとちょっともったりしてるので、少しね、お水を加えてください。これでもね、またちょっと味が薄まる場合があるので、味の濃さはね、お好みで調整してください。あとはですね、ロールキャベツを戻して5分ほど煮込んで、最後は生クリームを加えて仕上げてください。この生クリームを加えた時にね、ちょっと混ぜにくいんですが、こう隙間を縫うようにね、ゴムベラなどを差し込んでいただくと混ざると思います。もしどうしてもやりにくい時は、ロールキャベツを一旦取り出して、そして生クリームを加えて混ぜていただいても OK です。あとはですね、その出来上がったソースをかけて召し上がってください。ちょっとね、煮込む時間とかはあるんですけれども、手順自体は簡単だと思います。キャベツの巻き方もコツをつかむと簡単だと思いますので、動画をじっくり見てぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はロールキャベツのクリーム煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。